トランスフォーム。こんにちは。 VTuber 知りねえよ。今回は鳥取市にやってきました。こちらは川原城でございます。ここは日本神話や温泉地ともゆかりが深く、氷川温泉のある出雲の八神姫と吉岡温泉の近く稲葉大国主の命が出会った場所と言われています。氷川温泉と吉岡温泉にも過去に行ってますので、お時間ございましたら見てくださいね。川原城は桜の名所でもありますが、咲いているのは早咲きの桜が少しだけ。梅の花は上品に咲き誇り、爽やかな香りを漂わせていました。そろそろ梅の花から桜の花に変わる時期ですね。それでは温泉に行ってみるね。鳥取市の東の端、岩美町の岩井温泉にやってきました。創業西暦1615年、江戸時代から続く老舗旅館明石家さんの貸し切り家族風呂に入ってみますね。家族風呂は離れにあり、庭を歩いて行きます。春の木漏れ日が差し込みますね。森の箱舟という名前のお風呂です。少し暖かい気候になってきましたので、今回は露天風呂に入ってみますね。脱衣室も扉はなく開放的ですね。お空パッカーンですよ。それでは早速入浴準備に取り掛かりますね。脱衣室内には陶器のレトロな洗面台があるわよ。コンセントがあるから電気は通っているようね。木製の棚とカゴがあるわ。その他には小さめのベンチ。屋外で着替えてるようで、羞恥心をくすぐるエキサイティングな脱衣室よ。今回は温泉の前に食事も行ってみたの。岩美町は山陰の新鮮な魚介類がたくさん取れるんだって。今の時期はモサエビ、ホタルイカが旬らしいわよ。奮発して海鮮丼食べてみました。海鮮丼。モサエビさんが乗っております。モサエビは日持ちがしないので、地元以外ではなかなか流通しない食材なんだって。ホタルイカさんもおられますね。うましでございました。梅と桜が変わる時期にちなんで、今回は梅の水引風髪飾りと Japanese plum blossoms。青空に桜の手ぬぐいで温泉リポートいたします。 Japanese cherry blossoms。それでは浴槽に行ってみます。四角いヒノキの湯船ですね。かけ湯して体を慣らしていきます。お湯の温度は42度くらいかな。無色透明で少し香りのある温泉です。優しい日差しの下でかけ湯を浴びると、冬は過ぎ去り春が訪れたんだなって体で感じます。温泉は創業以来
400年以上変わらぬ源泉かけ流し。今も絶え間なく注ぎ続けられています。泉質はカルシウム、ナトリウム、硫酸塩泉。神経痛、筋肉痛、関節痛などの緩和、動脈硬化、慢性皮膚炎への効能があるそうです。自然の風に吹かれて時折漂うヒノキの香り。森に浮かぶ箱舟のようです。ゆっくり温まりながら浴室を見渡してみます。脱衣室の上の方に満咲の花が揺れています。苔むしたひさしやどんぐりの実、セミの抜け殻は冬を越えたのでしょうね。こちらは湯冠観音様でございます。頭に柄杓を乗せておられますね。岩井温泉には古より伝わる少し変わった入浴法があるそうです。湯船に浸かり、頭に手ぬぐいを乗せ、湯冠歌を歌いながら柄杓で湯を頭から何杯もかぶるそうです。 Yukamuri Kanan Pakan. せっかくなので湯かむりしちゃおうかな。あれ、柄杓が見当たらないな。仕方ないから手で肩に湯かむりしますね。木桶はあるんだけどな。桶がかぶってる動画で桶かぶり。 Okakaburi. しっかり温まりました。現代では衛生上湯かむりするのは難しそうですが、風呂の支度も大変だった時代、豊富に湧き出る温かな温泉を頭から浴びて幸せと喜びを表現したんだろうなぁと思いを巡らせました。エンディングは江戸時代に作られた岩見町の七山に残る石畳道。桜が咲き始めてましたよ。最後までご視聴ありがとうございました。